皆さんこんにちは。大変遅ればせながら明けましておめでとうございます。9年中はお世話になりました。ありがとうございました。で、引っ越しもあってね、かなりドタバタしており、なかなか動画投稿ができずにすみませんでした。で、部屋の整理なども終わり、やっと落ち着いてきたので、またちょくちょく動画投稿をしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、今回話したいのはね、2022年の年末に立て続けに起きた恨みによる事件についてお話ししていきたいと思います。で、まずね、2022年11月29日には、東京都八王子市の東京都立大学教授の宮台真司さんが南大沢キャンパスで何者かに複数回切りつけられて重傷を負ったという事件が起きました。で、犯人像が身長180センチから190センチと大柄な上に防犯カメラに顔が映っているにもかかわらず、まだ犯人が見つかっていないことから推測できるのは在日アメリカ軍関係者なんじゃないかなって私は思うんですよね。ちょっと話は変わりますが、去年の12月上旬にも在日アメリカ軍の岩国基地の兵士が岩国市にある自動車販売店の車を盗んでぶつけて壊したのに基地に逃げ込んだため警察の捜査を免れたということがありました。なので在日米軍の場合は日米地位協定があるので、日本の警察が日本にいる在日米軍関係者以外の一般人と同じような捜査ができません。なので、この宮台さんの犯人も大柄な男で防犯カメラに映っているにもかかわらず、まだ見つかっていないことを考えると、在日米軍の兵士で基地に逃げ込んだっていう可能性もあると思うんですよね。ただ、動機がないんですけど、宮台さんに恨みを持つ誰かがお金を払って雇ったっていう可能性もなくはないですよね。日本だと本物のヒットマン、殺し屋はいないんですけど、銃社会のフィリピンとかだと本物の殺し屋がおり、お金さえ払えば本当に対象を殺してくれるらしいんですよね。なので、お金さえ払えば依頼通りに誰かを痛めつけたり殺したりしてくれる人もいると思うと、お金の力ってやっぱりすごいですよね。はい。で、次なんですけど、2022年12月20日には神奈川県茅ヶ崎市に住む男性、四方洋行さんが突然訪ねてきた男、高井容疑者に玄関先で頭や胸などの複数箇所を刺されて亡くなったという痛ましい事件が起きました。事件が起きた時間は平日の午後1時過ぎということで、平日の日中に民家の玄関先で男性がめった刺しにされるというかなりショッキングな事件ですよね。これは完全に逆恨みによる犯行で、マンションのオーナーだった四方さんが家賃を何年も滞納していた高井容疑者に裁判を起こして、裁判所命令で強制退去となった高井容疑者が四方さんを逆恨みしてめった刺しにしたという事件です。なのでかなり理不尽ですよね。というのは、本来ならば客観的に見れば家賃を滞納されている四方さんの方が被害者なのに、それを逆恨みしてめった刺しにしたんですからね。はい。で、次なんですけど、これはかなり謎めいた事件なんですけど、ショート動画でもちょっと触れたんですけど、2022年の12月25日に埼玉県飯能市に住むアメリカ人の家族が近所の無職の男、斉藤淳容疑者にハンマーで撲殺されたっていう事件なんですよね。これもハンマーで執拗に襲っており、被害者の上半身に複数箇所の傷があることから恨みだと思うんですけど、何よりも動機が謎ですよね。で、この事件の約1年ほど前、2022年の1月にもこの斉藤容疑者は被害者の車に傷をつけた容疑で器物損害で逮捕されています。しかもその傷は何らかの鋭いものでかなり強い力を加えてつけたように深く車体を一周していたとあるので、その時点ですでに何かしらの恨みがあったっていうことだと思います。で、この斉藤容疑者は動機は言いたくないって言ってるらしいんですけど、多分ご近所トラブルによる恨みか、斉藤容疑者自身が統合失調症などの病気の可能性もあると思うんですよね。で、病的な事件っていうと、2021年8月に白金高輪駅構内のエスカレーターで会社員の男性が突然後ろから来た男に硫酸をかけられたっていう事件があります。この事件は2021年8月に白金高輪駅構内で大学生の花森弘隆被告、当時26歳が会社員の男性22歳に硫酸をかけて大怪我をさせたとして起訴されました。これも動機が意味わからないんですよね。花森被告は先輩と後輩の秩序を乱されたくないとか言ってたらしいんですけど、そんなことを卒業した後に言うことかって思いますし、もっと意味わからないのが冒頭陳述で不審者を被害者と結びつけ
被害者が自分を殺しに来るかもしれないと不安に思うようになり、その真意を確認しようと思ったみたいに言ってるらしいんですけど、もう病気ですよね。妄想型統合失調症だと思います。はい。で、あとね、これはご存知の人も多いかもしれないんですけど、2021年12月に大阪北新地のビルの4階にある心療内科で放火殺人事件があり、27名が死亡したという第3次が起きました。で、死亡した容疑者である谷本容疑者は生活に困窮し、社会的に孤立していたらしく、大勢を巻き込んで無理心中を企てていたらしいです。なので、心療内科や精神科とかの関係者は、そういうおかしな患者に目をつけられる可能性もあるので、危険ですよね。基本的に心療内科や精神科に依存している人は弱者なので、失うものがない絶望した弱者は自殺に行けばいいんですけど、外交的な人だと外に敵意が向くので危険だと思います。日本は銃がないので乱射事件はありませんが、ガソリンが手に入るので、それで放火されると消火もかなり困難で、建物内にいた場合は手のつけようがありません。なのでかなり危険なんですよね。はい。ということでね、こういう殺人事件とかのよくわからない動機は、犯人が病気の可能性もありますよね。統合失調症とかで全く見ず知らずの人に殺されるので、被害に遭う前に殺さないといけないみたいな勝手な妄想を抱いたりすることもあるらしいんですよね。あるいは逆恨みもありますよね。要は茅ヶ崎の事件みたいに家賃を滞納している側が悪いのに、逆に訴えた側が恨まれたり、悪意がないのに誤解されて恨まれたり、勝手に曲解されて恨まれたりっていうやつですよね。あるいは些細なことを根に持って恨んだり、大阪の放火殺人みたいに社会に対する嫌悪感が動機の場合もあると思います。ということでね、執拗にめった刺しにされたりした事件の動機は病気か逆恨みか些細なことですよね。ただ普通は特定の人をめった刺しまではやらないですよね。確かに私も人を恨んだことはありますが、そこまでやろうと思ったことはありません。あと思うんですけど、恨みによる犯行は複数回刺したり殴ったり、要は執拗に被害者を傷つけてるんですよね。あとは硫酸を用意したりして計画的ですよね。なので計画的でかつ執拗に被害者を傷つけてる犯行は恨みか病気ですよね。いずれにしても目をつけられたり巻き込まれて標的にされた人はたまったもんじゃないですよね。とはいえ、そういう変なやつから絶対に 100% 目をつけられない方法もないですから難しいですよね。なので目をつけられちゃったらもう運の尽きなんでしょうか。これは人生におけるリスクの一つで、普通に生きてても変なやつに目をつけられちゃうリスクなんですよね。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。